グリム童話ラプンチェル。昔々ある夫婦がいて、長い間子供が欲しいと願い暮らしていました。やっと妻の願いが叶って、神様がその祈りを聞いてくださいました。その夫婦の家の裏には小さな窓があり、そのすぐ向こうに美しい花や野菜を一面に育てたきれいな庭が見えました。庭は高い塀で囲まれている上、その持ち主は恐ろしい力を持ち、世間から恐れられている魔女だったので、誰一人中に入ろうとする者はいませんでした。ある日のこと、妻が窓から庭を眺めていると、美しく育ったラプンチェルの苗床が目に入りました。妻は、こんなに青々した新しい葉を食べたら、どんなに美味しいだろう、と思うと、もう食べたくてたまらなくなりました。それからは、毎日その野菜のことばかり考え、どうしても食べられないと思うと、病気になり、日ごとに痩せて、青ざめていきました。夫は驚いて尋ねました。お前は一体どうしたんだ？ああ、妻は答えました。家の裏の庭にラプンチェルが植えてあるの。あれを食べないと、私は死んでしまうわ。夫は妻を大切に思っていたので、心の中でこう決めました。妻を死なせるくらいなら、どうなっても構わない。あの野菜を取ってきてやろう。そこで、夜の間に塀を乗り越えて、魔女の庭に入り、急いでラプンチェルを一つかみ抜き取って妻に渡しました。妻はそれでサラダを作っておいしそうに食べました。しかしその味が忘れられないほどおいしかったので、翌日にはもっと食べたくなり、それを食べなければ眠れないほどになりました。夫はまた取りに行かなくてはならなくなりました。ところがその夜、塀を降りてみると、魔女が目の前に立っていました。夫はぎょっとして立ちすくみました。魔女は恐ろしい目で睨みつけて言いました。お前はなぜ塀を乗り越えてきて、盗人のように私のラプンチェルを取っていくのだ？そんなことをすれば、ただでは済まないぞ。ああ、どうかお許しください。と夫は答えました。好きでやったのではありません。どうしてもやむを得なかったのです。妻が窓からあなたのラプンチェルを見て、欲しいと思い詰めて死にそうになったのです。魔女はそれを聞いて少し気を緩め、こう言いました。お前の言うことが本当なら、好きなだけラプンチェルを持っていくがいい。ただし、その代わりに、妻が産んだ子供を私に渡すのだ。その子は私が母親のように世話をして幸せにしてやろう。夫は恐れのあまり、その通りに約束してしまいました。そして妻が出産すると、魔女が現れて、その子にラプンチェルと名付け、連れ去ってしまいました。ラプンチェルはやがて、この世に二人といないほど美しい娘になりました。娘が12歳になると、魔女は森の中の塔に彼女を閉じ込めました。その塔には、はしごも扉もなく、ただてっぺんに小さな窓があるだけでした。魔女が入ろうとするときは、塔の下で大声で呼びかけました。ラプンチェル、ラプンチェル、お前の髪を下ろしておくれ。ラプンチェルは黄金のように長く、美しい髪を持っていました。魔女の声が聞こえると、すぐに自分の髪をほどいて、窓の釘に巻きつけ、40尺もの長さを下へ垂らしました。魔女はその髪につかまって登ってくるのです。2、3年経ったある日のこと、
この国の王子が馬で森を通りかかり、塔の下までやってきました。すると、塔の中から何とも言えないほど美しい歌声が聞こえてきたのです。王子は思わず立ち止まり、じっと耳を傾けました。それはラプンチェルが退屈しのぎに可愛らしい声で歌っていたのでした。王子は上に登ってみたいと思い、塔の入り口を探しましたが、どこにも見つかりません。仕方なく、その日は帰りましたが、心に深く残った歌声が忘れられず、それからは毎日のように森へ出かけては歌を聴くようになりました。ある日、王子がまた森へ行って木の陰に隠れていると、魔女がやってきて言いました。ラプンチェル、ラプンチェル、髪を下ろしておくれ。ラプンチェルが髪を編んで下へ垂らすと、魔女はそれをつかんで登っていきました。それを見ていた王子は心の中で、髪がはしごの代わりになるのなら自分も試してみよう。と思い、次の日の夕暮れ、塔の下で呼びかけました。ラプンチェル、ラプンチェル、髪を下ろしておくれ。すると本当に上から髪が垂れてきたので、王子はそれをつかんで登っていきました。ラプンチェルは今まで一度も男の人を見たことがなかったので、王子が入ってきたときは大変驚きました。けれども王子は優しく語りかけ、君の歌声を聞いてから顔を見るまではどうしても落ち着かなかったと打ち明けました。ラプンチェルも安心し、やがて心を開きました。やがて王子が妻になってほしいと言うと、ラプンチェルは若く美しい王子を見て心の中で思いました。ゴーテルおばあさんよりこの人の方がきっと私を大切にしてくれるわ。そして、はいと答え、王子の手を握りました。ラプンチェルはさらに言いました。私、あなたと一緒に行きたいの。でも、ここからどうやって降りればいいのかわからないわ。あなたが来るときに、絹の紐を一本ずつ持ってきてください。それを編んで、はしごを作ります。それができたら、降りていきますから、馬に乗せて連れて行ってください。二人は魔女が昼間にしか来ないことを知っていたので、夕暮れに会うことを決めました。ところがある日、ラプンチェルはうっかり魔女にこう言ってしまったのです。ねえ、ゴーテルのおばあさん、どうしてあなたは若様よりも登るのに大変そうなの？若様はすぐに登れるのに。まあ、この罰当たりめと、魔女は甲高い声を上げました。私がお前を世間から遠ざけていたのに、なんてこと、私を騙したのね。そう叫ぶと、魔女はラプンチェルの美しい髪をつかみ、左手にぐるぐると巻きつけました。そして右手のハサミでジョキリジョキリと切り落として、その立派な髪を床に投げ捨てました。さらに魔女は容赦なく、かわいそうなラプンチェルを砂漠の真ん中へ連れて行き、悲しみと嘆きの底へと突き落としたのです。その日の夕方、魔女は塔に戻り、切り取ったラプンチェルの髪を窓の釘にしっかりと結びつけました。やがて王子がやってきて、いつものように呼びかけました。ラプンチェル、ラプンチェル、髪を下ろしておくれ。すると、髪が下まで垂れてきたので、王子は登っていきました。しかし、そこにいたのは、愛しいラプンチェルではなく、恐ろしい魔女でした。ふふん、と、魔女はあざけり、笑いました。お前のかわいい恋人は、もうここにはいない。あの美しい小鳥は、
もう歌わない。猫がさらってしまったのさ。もう二度とラプンツェルには会えないよ。それを聞いた王子はあまりの悲しみに我を忘れ、塔の上から飛び降りました。命は助かりましたが、茨に目を刺されて視力を失ってしまいました。王子はその後、森の中をさまよい歩き、木の根や草の実を食べながら、ただ失ったラプンツェルのことだけを思って泣き暮らしました。数年が過ぎた頃、ついに王子はラプンツェルが追放された砂漠までたどり着きました。ラプンツェルはそこで双子を産み、寂しく悲しい日々を送っていたのです。王子はそこでどこか懐かしい歌声を耳にしました。その声の方へ歩み寄ると、そこにはラプンツェルがいました。ラプンツェルはすぐに王子を認め、首に抱きついて泣きました。その涙が王子の目に落ちると、不思議なことにたちまち目が開き、再び視力を取り戻すことができたのです。王子はラプンツェルと子供たちを連れて自分の国へ帰りました。人々は大喜びで彼らを迎え、王子とラプンツェルは末永く幸せに暮らしました。けれども、あの年老いた魔女がその後どうなったかを知る者は誰もいませんでした。ことの葉の森でのひととき、いかがでしたか？このチャンネルでは物語や詩を静かに読み継いでいます。よろしければチャンネル登録をして、また遊びにいらしてくださいね。お相手は中島莉子でした。